ゃんと見るっていうことを心がけた方が僕はいいと思います。モンチ社長、最近部下の本音が分かんなくなってきて、モンチ社長だったらどうやって部下の本音を聞き出すんですかね。部下の本音なんで聞きたいんですか？自分に不満があったりとか、どういうふうに思ってるのか聞いてみたいなと思ったんですけど。僕よくわからないのが、何でもかんでも部下の本音を聞く必要はありますか？聞かない方がいいこともいっぱいありますよ。例えばもっとこうした方がいいと実は思ってるとか、いいことは基本みんな言いますよ。それを引っ張るぐらいの能力は頑張ってつけましょうよ。どっちかっていうと、皆さんが言う本音を聞きたいとかっていうのは多分言われたらすごいネガティブなことが多い気がしますよね。結構受ける方は辛い現実食らいますよ。いつもありがとうございますって元気よく言ってくる、あいついい部下だなと思ったやつが、あのおっさん癖んだなみたいな、全然ありますよ。そんな本音聞きたいですか？いや、聞きたくないです。何をしたいのかをいつも言いますけど、なんで本音聞きたいなと、場合によっては聞く必要ないですよね。別にちゃんと考えた方がいいですよね。上司と、部下、もちろんチームとして、コミュニケーションやっぱ取れてた方がいいと思うので、部下にもやっぱ本音で喋ってほしいなって思うんですけど。僕の考え方は特殊かもしれないですけど、何でも言い合えるコミュニケーションって上司と部下の間必要ですか？いや、僕は必要だと思います。なんでですかね。お互い本音で言い合えてる方が、何か困った時もお互い助け合えるような感じがするんですよね。だからそういう方向性のちゃんと空気作りをして、そういう意味で仕事で成果を出すために業務のことでプラスのことは何でも言い合える関係とかは頑張った方がいいかもしれないですけど、でも本音だと思っても本音でないことも結構多いですけどね。あと結構意外とね、言語化できてないことも多いですよ。僕が思うのは、本音なんていちいちそこで悩んで聞かなくても、大体日々の部下を見ていて、何気ない会話も含めて行動を見てればなんとなく分かりますけどね。例えばどういうところを見てると分かるんですか？すごい簡単な例言ったら、僕らも朝礼とかありますけど、朝例えば初めて会った時の挨拶とかで、例えばおはようございますと、社長おはようございますとか、目も合わせずに社長おはようございますとか、あとは日々の仕事の速度とか、言ったことをちゃんとやってるかとか、ちゃんと管理してれば、口だけのやつなのかとか、今日なんかちょっとなんか嫌なことあったのかなとか、ちょいちょい感度上がってきますよね。でその感度上がってきてるところをポイントでつついていったりとか見てると分かりますし、本音聞きたいなって僕はあんまり思ったことがないのと、本音みたいなことを聞いていい思いをしたことがあんまないですよ。本音を言われた時に、あんまりポジティブな意見よりかはネガティブな意見の方が多い。そうですね。ポジティブな意見、本音は割とポジティブだから言えるんですよ。例えば A というプロジェクトについて今123というプロセスで企画されているけれども、でもどうもやる社員が、いやそれ132の方が絶対ことが進むと思うなと思ったら、こういう理由でいいと思うんですけどって、なるほどと、確かにありがとうと、こういうパターンがあるんですか。これ別に言えますよね。これも言えないような雰囲気はもうそもそもその前提の話があるんでとか、もし仮にいや部長が決めたからこれ言ったら部長怒るんじゃねえかなと、なんでお前が132とかって言うんだ、俺は123って決めたんだみたいに言われちゃうんじゃないかなと思って言わないみたいな感じだとしたら、それをわざわざその部長がその部下にお前の本音を教えてもらっていいって聞きに行ってなんかいいことありますかね。だから本音を聞きたいではなくて、成果を出すことがチームの目的だから、成果を出すために聞いた方がいい本音と、聞いても別に役に立たない本音がしょうがない本音もあると思うので、ちゃんと考えて成果を出すために必要な本音を聞けるような空気とか関係性とかを普段から作っておくことが大事ですよね。例えば挨拶とかほとんどしないし、普段は何も喋んないし、全然関心も示してないし、全然業務管理もしてないくせに、なんかそういうとこだけ俺どう思われてんのかなみたいな、こういうパターンの人は多分ダメだと思うんですよ。普段からちゃんと見ていて、業務も管理していて、コミュニケーション取っておいて、そういう空気作っておけば異変はすぐに察知はできますよね。本当に何かあったんじゃないかと思って聞きたいんだけどっていう時にさらっとコミュニケーション取れますし、仮に本音言わなかったとしても、なんとなくどういうことで悩んでそうかとか、自分のことに不満あるんだなないんだなとか、それぐらい分かりますよね。でちゃんと考えたら思い当たる節もあるので。モン社長からすると、その部下の方の本音を聞くことにあまり、意味がなくて、ただその部下の方を、毎日きちんと観察をして、いつもと表情違わないかな、業務はしっかり行えてるかなっていう、その違いをしっかり見てあげる。何かあった時にはちゃんと相談に来れるような空気感のコミュニケーションを取っておけば、そこまでの本音を聞く必要はないんじゃないかな。そうですね。だって自分に近い人
例えば僕で言うなら役員とか幹部とかより近い幹部であればそうですけど、関係性がそもそも実績もあるし歴史もあるから、例えば腹割って話をよとかあるかもしれませんけど、例えばそういうコミュニケーションが普段から多少あるのか、関係性の実績があるからできるとしてみたいな感じで、自分に最も関係が近いとかある人であれば、普段からそういう今までの歴史というか実績とか普段からのコミュニケーションとかそういうものがあれば、そんなに聞くほど困難じゃない気がするんですよね。だってこことここの間で本音引き出さなきゃいけないけど聞けなそうなことって、ここに対する不満ですよ、批判とか。だからとにかく日々ちゃんと関係性が近い、だから上司であれば部下、最も近い部下のことを近い順にちゃんと見ているか、業務を管理って言ったらあれですけどちゃんとマネジメントできているかっていうこととか、そういう文化形成ができてれば、別にわざわざ本音教えてほしいんだけどっていう必要はほとんどないパターンが多くて、それでも本音聞きたいパターンは自分と関係性がちょっと薄いとか関わりがね遠い人だとしたら、そこから本音聞き出す必要ってなんかある場面ってあるんですかみたいな。とにかく僕からすると、本音を聞きたいとか自分になんか不満があるんじゃないかってことは、自分が嫌われたくないとか、なんか自分のことどう思ってるんだろうとかって気にしすぎですよ。それよりも部下のことをちゃんと見るっていうことを心がけた方が僕はいいと思います。勉強になりました。ありがとうございます。このチャンネルでは現場の様子や会社のイベント、ビジネスに役立つ知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後に今日のこの動画もいいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。